本当に高級車ってこういう演出するよね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日ご紹介するのはこちら、ランボルギーニのウルス SE です。2024年に中国で発表されまして、こちらいよいよ日本でも試乗のタイミングをいただきました。ウルス初のプラグインハイブリッドとなっています。今日はですね、まず内外装と使い勝手見ていきましょう。少しウルス S から進化しているところもありますので、ぜひですねご注目ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。それではフロントフェースから見ていきたいと思います。こちらやっぱりウルスといえばですね、この大きなこの開口部がですね、そのパワーを思わせるんですけれども、この大きな開口部もですね、少し衣装が変わっているようです。でこのボンネットなんですけれども、上端までですねしっかりとそのボンネットの切れ目がなく、このグリルいっぱいいっぱいまでディメンションを取りました。はい、非常に長いボンネットです。この中に V8 のエンジンが入っているんですけれども、そのパワーっていうのを十分に感じさせるようなこのスリットの部分ですね、このキャラクターラインがしっかりと入っているのがすごく凛々しいです。スポーツ SUV らしいパフォーマンスも魅力なんですけれども、実はですねこの車60キロまでモーターで走行することができるんですね。そういうこともありまして、空力性能には非常に設計に気を使っているんじゃないかなと思うところがあります。それがまさに先ほど申し上げたこのボンネットの継ぎ目のなさなんですよね。これ EV の設計の上でよく言われることなんですけれども、ここに風が入ってボンネットの浮き上がりがわずかでもあるとすごく空力が落ちるんだそうです。というところを設計されたんでしょうか。やはりですねこういう丸みのあるですね空気を切り裂くような先端部分というのがパフォーマンスをすごく感じさせます。さてランボルギーニのプラグインハイブリッドといえば、この前にレベルトが出てましたよね。そこからこのランボルギーニのですねプラグインハイブリッドというか電動化の歴史が始まったわけなんですけれども、このウルス SE もですね非常にこの電動化というのを思わせるようなフロントフェースになりました。ライトすごく先進的ですよね。はい、それではですねライトつけてみたいと思います。はい、これでイグニッションがオンになりました。右、左、はい、ハザードです。はい、これでライトオンになりました。なんと iPhone で撮ってもチラチラしません。すごい綺麗です。まっすぐにこのような細い LED のラインが入りました。こちらですねちょっと C の字をですねぎゅっと上下に押しつぶしたような感じになっていて、非常に細くて鋭い瞳になっています。これが先ほど申し上げたこのボンネットの先端と相まってすごく切れ込みの入ったね、左右にワイドな感じももちろんあるんですけれども、中に切り込んだような衣装を持ってくることによってフロントの強さっていうのをねより強く表しているかなと思いました。さあそしてエアロです。このグリルあたりなんですけれども、プラグインハイブリッドにはなりましたけれども、大きな開口部がたくさん開いています。そもそもの V8 エンジン、それからツインターボっていうですねそのランボルギーニらしい初言っていうのはしっかりと生かしている感じです。中にもですねちゃんとラジエーターが見えていて、非常にこの空力というのを感じさせます。やっぱりねその PHV になってくるとここ全部隠してですね割とこう EV っぽい感じにね仕上げてくる車が多い中、ランボルギーニさすが期待を裏切らないといったような印象も受けます。そしてですねここに Y の字が入りました。これもですねレベルトなんかにもありましたけれども、この Y のモチーフすごくたくさん使われています。この電動化モデルに関しましてこれが一つのモチーフになっているかなとも思います。ちなみに左側こうなってるんですけれども、これ実はですねテンションの上がったお牛のおっていうのをですね表しているんだそうです。さあそれではボンネット開けてみますよ。お、軽い、すごい軽かった。すごいこのフードが軽いのもこうスーパースポーツという感じがしますけれども、ここに V8 が眠っております。この辺は最新のスポーツカーって感じですよね。カバーですごく綺麗にですね覆い隠されているエンジンルームになっています。さあそれではサイドビューです。もうですね撮っててうわ綺麗と思ったぐらいですね、この前後のディメンションが本当に美しいです。これこそやっぱりですねその輸入のハイクラスの SUV っていったような存在感がすごくありますよね。改めてなんて綺麗な車だろうと思いました。特にですねこの前後のディメンションの長さっていうのがこれだけのストーリーをですね、たくさん盛り込んでいても破綻しない理由になっているかなと思います。まずこのクラスの SUV にしてはすごくイタリアンだなと思ったところがですね、たくさんキャラクターラインが使われているってとこなんですよね。めちゃくちゃ線多くないですか。例えばこのフェンダー周り、それからこのエンブレムの前後を分けるようにここにもね Y のモチーフが使われています。そしてまたここにも Y があって、キリッとですね後方に向かって跳ね上がるような折り紙のようなシャープなラインが入ってるんですね。
このラインはですね、ドアの前後に向けてここも個性的なモチーフを形作っています。アンダーのところにも強いラインがあるんですけれども、このラインがたくさん入っているのにガチャガチャせずにすごくシックに見えるっていうのは、先ほども申し上げた通りやっぱり前後の長さのなせる技なんですよね。もうボディサイズってやっぱりある意味間延びして見せられることもできてしまうんですけれども、このようにたくさんキャラクターラインを作っても破綻させないっていうですね、一つ大きな利点のうちの一つでもあります。そしてもう大きな見どころのうちの一つで言えばこのリアエンドですよね。もうここ全体がリアのフェンダーになっているかのような大きな膨らみがあります。ここにですねタイヤがありますよ、ここにですねそのサスペンションが入ってますよっていうことをですね、この膨らみがすごく強く感じさせてくれます。ここもやっぱりランボルギーニらしいところでもありますね。またこの後方にはですねこのダクトもしっかりと入っているんですけれども、ここはタイヤハウスとつながっています。ちなみにここはですね閉じられていて完全に柄模様になっているんですね。さあそしてこちらにですねウルス SE というささやかなですねモデル名が入っています。はい、リアのルーフラインはなだらかに傾斜していて、非常にクーペライクな印象も与えます。ここもですねあまりにもそのロバスト感っていうよりはやはり都会、そしてスピードっていうことを感じさせるようなランボルギーニらしい印象になっています。さあそしてタイヤとホイールです。やっぱりねランボルギーニといえばピレリなんですよ。ピレリなんですけれども、この台形そして扁平タイヤご覧ください。すごくないですか。これでどんな足の味を出してるんだろうっていうね、もう見るからにその走りを想像させるようなそんな感じのタイヤになってるんですけれども、いやーでも今回ねエアサスもいいって聞くのですごく楽しみです。フロントがそもそも一番でかいやつついてました。これですね21インチから今回選択できます。21、22、23って選択できるんですけれども、今回23インチ、さすが広報車かっこいいですね入ってました。285の3号の23インチということで、もう超ド扁平タイヤでございます。もちろんですねランボルギーニですので前後異形になっておりまして、こちら325の30の23インチ、後ろもぺったんこですし、すごいね。こんなにですよ、だって SUV なのにこんなにタイヤハウスがなくて、でしかもこの扁平でいっぱいいっぱいまで使ってる。ランボルギーニとピレリって非常に長いパートナーシップ、すごい親密なパートナーシップにありますので、こういったところのですね作り込みっていうのも、ちょっと走り編でも注目していきたいと思います。さあそれではリアビューいきたいと思います。非常にですねこちらも空力を感じさせるリアビューになっています。すごくねここから見ると分かるんですけど尖りがあるんですよね。ここもランボルギーニデザインらしいところなんですけれども、こういったところでですねしっかりと航続距離とそれから空力っていうのをですね、スポーツカーでありながら、今回ですねそのPHEV ということもありまして、そのパフォーマンスとそれから航続距離っていうのを両立しなければいけないといった中で、非常にですねその機能美っていうことを感じさせるリアビューです。ライトも前のモチーフ同様 Y の字が強く入りました。このライトの下にはですねハニカム形状のモチーフが入っています。真ん中にランボルギーニとブランドロゴが入りましたけれども、ここをシックに引き締めているようなそんな印象です。プラグインハイブリッドではありますけれども、しっかりとテールパイプ4本だし、今回ですねスポーツエキゾーストにマフラーを変えたと広報とマーケティングの方がおっしゃってましたけれども、まだ焼きが入ってないんですということなので、ここからどんどん成長していく、その辺も楽しみです。それがこれですよ。これめちゃくちゃかっこいいですよね。もうロゴも入ってて二重になっていて、本当に綺麗な色ですね。さあそしてですねディフューザーもしっかりと切り立ったものになってます。このですねナンバーのところまでグイッと、そのちゃんと空気のね筋道をつけるかのようにここまで切られているっていうところがまたですねその吸い付きであるとかドラッグであるとかそういうところをね感じさせる部分でもあります。スタイリングのためかもしれないんですけれども、そういうのを想像させるぐらいすごくパワフルなデザインですよね。で横から見ると尖りがありますよって言ってたのがこのラインです。わかりますか？ちゃんとですねナンバーのところに先端というか上端があるんですよね。でこのスポイラーもそんなに大きなものではないんですけれども、それでもしっかりと存在感があるものが少しねダクテール形状になったものが入っています。それからこのリアのルーフのスポイラーもですねちょっと寝たような感じになっていて、今後ね空力をほら全体的にねなんか空力感じるでしょ？見えますか？空気の流れが見えますか？見えますね。はい、私には見えました。さあそれではですねライトつけてみたいと思います。はい、今もうブレーキ踏んでます。でライトもこれでついたかなと思います。はい、右左ブレーキ踏んだままです。ハザードです。
こっちはややチラチラするかなって思いますけれども、ここまでですね非常に長い Y の字が入っていて、その上にですね細いターンランプが入るといったような非常にですね繊細なライトになっています。この大胆かつ繊細っていうのがやっぱランボルギーニデザインの見どころかなとも思うんですよね。さあそれではラゲージルーム開けたいと思います。ここか、あ、ここだった。ランボルギーニの上でした。はい、電動でございます。さあこのですねラゲージルームの下にバッテリーがリチウムイオンバッテリーが入ってるんですね。で兄弟車になってくるのがポルシェのカイエンなんですけれども、これですねちょっとシステムもまた違うし、同じベースを使っていてもこんなに味が違うのかといったようなところもありますが、ともあれですねこの荷室です。結構広いです。この下にバッテリーが入っているとはいえですね、これぐらい容量があったら十分かなと思わせるような感じです。その証拠にと言ったら何なんですけれども、こんな風にですね荷物たくさん入れてくださってました。コンパートメントもしっかり分けられるんですね。わかります？この長い傘、ゴルフにも使えそうな長い傘、ランボルギーニの傘入れてくれてますけど、横に置いてこのサイズ全然入っちゃう。ゴルフバッグ横置きっていうのはちょっとしんどいかなと思いますけれども、さらにその奥にですね充電グッズであるとか、このようにバッグであるとか、こういったものがですねしっかり入りますし、本当に旅行なんていうところにはですねもう十二分に大丈夫じゃないかなと思います。そしてもう一つですね、やはりイタリア車らしいなと思うところがこのトノカバーですよね。しっかりとボード状になっていて折りたたまないやつ、もう本当にまっすぐな板なんですけれども、これもアルカンターラで非常に綺麗です。これがスッと差し込むだけ、そうか、こんなシンプル、こんなに車が大きかったらこんなにシンプルに作ってもいいんですね。で防犯にももちろん役立ってますし、今日暑いですから中のねその温度管理みたいなところにも役立つのかなと思わせます。そしてここはもうフロアはここで固定になってます。この下にバッテリー入っているのでここでガードしているといったような感じでしょうか。さらにですねここに、あります。 SUV なので車高の上下をできるボタンがですねここにありますけど、リアシートとかは特に触れない感じですね。さあそれではインテリア行きたいと思います。やっぱりねランボルギーニはインテリアもめちゃくちゃ綺麗なんですけれども、今回ですねウルス SE ということでウルス S から進化しているポイントもたくさんあります。おなじみのですねバンガンドオルセンのツイーターここに入っていてといったような感じなんですけれども、今回またですねこの白、もう本当にねクリアな白と、それからブラックのツートーンカラープラスこのカーボンで非常に美しい、そのランボルギーニらしいですねそのコントラストっていうのを表しています。それからこれですよ、後で紹介しますけどこれですよ、これにあれがリンクしてるんですよちょっとすいませんテンション上がっちゃって。そしてシートです。でシートの方もですね、非常にクラシカルなんですけれどもランボルギーニらしいですよね。このハニカム柄のステッチが入っているんですけれども、あとはですね、リアルレザーで、非常にボディヘッド一体型になっていて、このスポーツパフォーマンスっていうのを感じさせる、セミバケット形状になってますけれども、電動のもちろんねアジャスターがあるといったような感じです。そしてですね今回に関してはこのようにですねガラスルーフも入っていまして、レジャーというのをね感じさせる、開放感っていうのを感じさせるようなインテリアにもなっております。それでは乗ってみます。さあ実際に乗り込むとこんな感じになってます。全体的な印象が非常にシャープでかっこいいですよね。それではイグニッションオンにしたいと思います。イグニッションのオンがこれなんですよ。これ色はずで見えない、これです。このパコッと開けてね押すやつ、これがやっぱりねランボルギーニですよ。いきますね。プラグインハイブリッドということでですね、スタート時にはこのように非常にサイレントです。めちゃくちゃ静かになってます。非常に社会適合性が高いスーパーカーといってもですね過言じゃないのかなとも思いますが、ウルス S から大きく進化したところとしてはですね、このインフォテインメント系がですね大きくなりました。非常に見やすくなりましたね。あとはこのいったこのアウトレットですね、このエアコンのアウトレットも少しデザインが変わったというふうにアナウンスをされています。フードあたりもですねレベルトから少し世代が変わりまして先進的になったよというのもポイントですし、見てました？映ってないかな。このですねバンガードオルフセンのこのスピーカーツイーターがピューって上がってくるんですよ。これもまたね本当に高級車ってこういう演出するよねっていう感じです。さあ改めましてですね、この助手席の前にはですねランボルギーニのロゴが入りました。ここもですね黒で非常にかっこいいです。そして今回のインターフェースはダブルフェースになっております。下側はですね
便利系とか快適系っていうべきですかね。クライメートと、それからステアリングヒーターであったりとか、これですね、ヒルディセントコントロールであったりとか、こういったものがですね入っています。なんだ、ディスプレイのオンオフをできるのねとかね、いうのを選べたりとかもします。そして、このトグルスイッチがですね、ショートカットになってるんですけれども、ここはさておきですよ。ここは普通に使いやすいです。さておき、これですよ。これ。ね、ここがすごく変わりました。このウルス SE だけちょっと独特なんですよね。で、この使い勝手が私もですね、ちょっと暑いからね、かけますね。ってなっちゃったぐらい、全然違うんです今までと。でこれが、さっきのですねスターターポコッと開けてするやつね。でこれですよ。この両方ともにですね、これタンブーラって呼ばれているコントロールスイッチがあるんですけれども、これねイタリア語で太鼓っていう意味なんですけれども、こっちがおなじみのアニマモードですよ、走行モードで、こっちがですねその EV 走行のモードということでですね、こう両方で非常に複雑に、走行モードを変えることができます。ちなみにこれがシフトレバーになっていて、こう引くとですよ、はい、バックモニターもしっかり出てきまして、これ非常にね見やすいです。でこれだけのサイズですしね、これだけの長さですので、これがないとなかなかバックするのも怖いよと、車体価格的にっていうところもありますが、ここ本当に使いやすかったです。そしてこれ引くとリバースね、これが R の文字がつきますのでリバースです。そして前に進むのどうするかっていうと、スイッチないじゃないですか。これですよ。パドルシフトを引くとドライブに入ると、はい、D とつきます。なのでこの引くとドライブね、でもう一回引くとマニュアルに入りますけれども、これもう一回引くと長押しすると D に戻るっていう感じです。はい、でですよ、パーキングはここにあると。で P 入りましたね。でこちらです。こちらのタンブーラーに関しましてはですね、引くと、はい、走行モードがストラーダ、これストリートモードですね。でこのこれにするとですね、そのバッテリーの最適化っていうのも測ってくれますし、そのガソリンとバッテリーのですねいいところを使ってくれるっていうのがストラーダモードです。でスポーツですね。はい。でその上にコルサがあります。これレースモード、サーキットモードですね。で下のサピア、これが砂漠モードなので、でテラがマッディな感じですね。ちょっとこうぬかるんだようなところで、一番下のネベっていうのが雪ですね。こういったようにですね、やっぱ SUV ですので、このサビア、テラ、ネベっていうのが、たくさん追加されているといったような感じです。これがアニマに入ってます。そしてこっちが EV モードなんですけれども、これを押せば EV モードになって、モーターをこうメインに使ってくれるものになってます。これ電池バッテリーセーブモードね。でこれが、ハイブリッドモードになっています。でこれは充電をですね 80% まで戻してくれるモードになっていて、でこれがパフォーマンスモードになっていて、これを押すとですねそのパフォーマンスの方に振ってくれるといったようなモードになっております。なおですね、この中にこのボタンがあって、でこれ押すとですね、いきますよ。はい、今ここにこういうの出ましたよね。これ20秒間ですね、このコルサモードをキープしてくれる、瞬発的にといったようなものなので、急にトルクが欲しい時、追い越しとかね、そういう時あるじゃないですか。そういった時にこれを押すと20秒間だけこうパワーモードになるよと。でチェッカーフラッグ終わったら普通のモードに戻りますよといったような面白いものになります。でこれはですね、坂道登ってる時とか、ちょっと本当にねトルク欲しいよという時のためのヘルプボタン覚えておいてください。はい、そして、ステアリングなんですけれども、ここもバックスキンでですね非常にシックです。下を切り落としたレーシングなものになっていて、かなり小径です。でパドルシフトはドライブモードを兼ねておりますので、しっかりと入っておりますし、これもですねカーボンっぽい感じの質感なんですけれども、ここもですねとってもかっこいいです。でこれが、はい、ステアリングと一緒に回るタイプのもの。このビューボタンを押すと、この中のですね表示がちょっといろいろ変えていけるよといったようなものになっております。非常にですねそのメカメカしいながらに非常に精神的になったよといったような感じのコックピットになっておりますし、走行モードのためにねここが使われている、かなりの場所を使われているっていうのが非常にユニークかなと思いますね。このクラスの車でこんなやっていうぐらい、ここをね走行のために使ってるんですよね。でここがレベルとも全然違うので、このウルス SE 買う人はちょっとねこの辺の操作系を勉強してから乗られた方がより楽しめるんじゃないかなと思った次第でございます。はい、リアシートです。いやドアでかっ、ドア長っ。
すごいですね。こんなにドアが長いんですね。結構屋根がシュリンクされているので乗り込みの際にですね視覚的な圧迫感はありますけれども、これだけドアが長いので足さばきはすごく良さそうです。でここにもねバング&オルフセンのスピーカーが入っていて、さらに下にスカフでランボルギーニという字も入っています。やっぱりねこのウルスは結構ライフスタイルに寄った車っていうところもありますので、しっかりとですね後部座席の乗員のことを考えられているっていうのも嬉しいポイントです。でねこっちもねこんなに綺麗なのシートがねちゃんと、このヘッドレストのところにランボルギーニのロゴが入っていて、もう後ろに乗る人もランボルギーニですよね後ろに乗る人もランボルギーニですよねはい乗りますはい、やっぱりね足入れすごいいいですよ。これ結構後ろに撮影のために下げましたけれども、それでもこんなにあるもんね。こっちなんてすごい広い。しかも懸念していた頭上もそんなに狭くない。そして開放感がとってもあるといったような感じです。さあ、この辺にですねクライメートがちゃんとついておりまして、しっかりとこうデジタルになっているので、ここも先進的に見えますね。下には USB のタイプ C と、それから足がソケットもあるといったような感じです。で真ん中のこうねこのトンネルセンタートンネルのところもですね少しありますね。ここもちょっと機械っぽいというかね、メカメカしさっていうのを感じさせる部分でもあります。はい、そして実際に乗ってみるとこんな感じです。シートベルト、どうでしょうね。すごいゆとりありませんか。若干ですから、その後ろの席がそんなにシアターレイアウトになってませんので、若干この一体型のヘッドレスト一体型の前方のシートがですねやや高く見えて圧迫感はなくはないです。ただですねこの頭上にちゃんとガラスルーフが入っていることとですね、この包まれ感が逆にすごく心地よくてね、ショルダーラインめちゃめちゃ高いでしょ。だから本当にこう浴槽にスポッてこうね眉の中にスポッて入ってるみたいにすごく包まれ感があって落ち着き感のあるリアシートになってます。前との会話明瞭度はすごく密封性が高いから、これだけの大きな障害物があってもお話がしやすいかなっていうような印象です。一見硬そうなんですけれども、座り込みはすごく包み込まれるような、これもちょっとねコクーンというかその眉みたいな感じのねイメージが、個人的にはしました。車買ったら自宅で簡単コーティングシラザン50。はい、というわけで今日はこちらランボルギーニのウルス SE ご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。今日はですね実はランボルギーニジャパンさんから福井にご招待をいただいております。この次の動画では福井の道をドライブしながらこのランボルギーニウルス SE の魅力に迫っていきたいと思っておりますので、ぜひそちらの方もご期待いただきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井裕樹でした。バイバイ。